こに入った時に全身がって震えるヘンリーに、まさか知らないとは思うんだけど、岩木山神社って知ってる？あ、僕ん家の裏っすか？待って待ってみたいな、その時2本ベルトをこの山に持っていきたいっすよね。Welcome to Rinya Channel。 おはようございます。今日は青森県弘前市の岩木山神社の隣にある高照神社で撮影してます。ヘンリーです。はじめまして。ヘンリーです。よろしくお願いします。初登場。超実はヘンリーはここが地元で、ヘンリーん家のすぐそこにある小屋で寝泊まりして走ったり山登りしたり、とにかく走りとかをメインで足腰を雪山で鍛えるっていう目的で来てます。格闘ドリーマーズで一緒だったっていうのはあったんですけど、でも階級が違うからその中では特に話とかはするような感じではなかったんですけど、僕がパウンドストームあったじゃないですか。その前にメインイベントで僕が怪我もあったりしていろいろ思い詰めちゃって体に不調だったりとかが起き始めてる時に、先輩から江ノ島にいる女性がすごい人だからとにかく会って相談しに行った方がいいよって言われて、場所を紹介してもらって行ったんですよ。そしたらその女性と会って話してると、どうやらその女性つながっちゃってて、言葉を下ろしてくるんですよ。相談に来た人に必要な言葉を。能力者で、その人が僕に言ったのは、青森県の白神山地を下っていくと山が3つぐらいあるんで、そこに行くといいですよみたいなって言ったんですね。それで帰った後に自分でこう白神山地降りて山が3つあるとかもあんまり具体的には言わなかったんで、適当に Google マップでこうバーッその辺からグッグッグッって拡大して広げてみたら、ほんとそこの隣にある岳エリアっていう温泉街がこうバッて目に入って、それを極エリア、何この極温泉とかやばみたいな、極ホテルみたいな、絶対なんかパワーありそうと思ってそこに行くことにしたんですよ。でパウンドストームが終わって彼女とそこに行って、その向かってる最中にパッてこう右側に岩木山神社の超でっかい鳥居と参道がバーンって見えたんですよ。その時の鳥居と参道がなんか今でもすっごい目に焼き付くぐらい迫力あって引き込まれたんですよ。岩木山神社の存在なんて知らなかったんで、とにかく岳エリア目指してたんでバーって出てきて通り過ぎちゃったんですけど、一回今のやばい、ちょっと引き返していいみたいなで彼女にお願いして、まあもちろんって言うからバーって引き返して参拝したんですよ。そしたらその広い参道の中にこうちょっと左側とかに慰霊碑があるこうちょっとスポットとかがあったりして、そこに入った時にすんげえ全身がバーって震える。でもそれ怖いとかじゃなくて、めっちゃなんかいい波動をもらってるような感覚があったんですよ。すっげえとか言ってたら、普段そういうことをはいはいとか言って見守ってる彼女が、ここはなんかいるねって言ったんですよ。彼女でも感じるぐらいやばい場所だと思ってで帰って、それがすごい嬉しくて、岳エリアもすっごい良かったんですけど、まずやっぱ一番思い出に残ったのがそこで、白神山地だったりいろいろ回ったけど、そういえばヘンリーめっちゃ青森帰ってたなっていうことを思い出して、ヘンリーにまさか知らないとは思うんだけど岩木山神社って知ってるみたいなテンションで話したら、ヘンリーが「あ、僕ん家の裏っすか?」みたいな待って待ってみたいな、その時そこで走ってんのみたいな、そこにいたのみたいな、もうほんと数百メートルっすよみたいな、マジかみたいなっていうところから、今度じゃあトレーニングしませんみたいな、ぜひさせてっていうお願いをして、そっからちょいちょい僕も毎回ってわけにいかないですけど、一緒にそこのヘンリーの曽祖父が建てたお家に寝泊まりして雪山走ったりとか、普通に山道走ったりだとかっていうトレーニング一緒にしてます。今回もその2人になる。そうですね。はい。なかなかいない頭のいいタイプのファイターなのかな。思考を巡らせるタイプ、インタビューとか見ても他の人と使う言葉とか違うし、表現の仕方が違うから、いろいろ考えながらやってる人なんだなみたいな印象だったんですけど、
実際に会っていろいろ話していくとあれもっとその先行っちゃうのみたいなような感じで、それがすごいなんか自分も実は割とそっちの方でいろいろ頭の中ぐる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 思考を巡らせるタイプなんで、同じ人間いたんで嬉しかったです。最初は僕は格闘ドリーマーズ1期生でオーディションが終わってセカンドシーズンが始まるってなって応募をかけてる時にまあ噂だってたんですよ。どうやら重量級のやばいキックボクサーが来るぞみたいな、超楽しみにしてて、僕は第一次オーディションは父親の命日とかぶっちゃって行けなくて、その場には行けなかったんですけど、もう相手がいなくて女将さんが肌脱いだってマジでみたいなっていうのがあって、ちょっとそっからすごい楽しみにしてて、で初めてバンって見た時に、うわこんなにミドル級で世界で通用する骨格肉好きっていうんですかね、持ってるファイターいるんだで、これでキックボクシング超強いならもう可能性無限じゃんってなんかすげえワクワクした勝手にっていうのが最初の印象。やっぱ剣道を心得てるんで、面の割り方みたいなのがすごいっすね。他にも僕100キロぐらいの選手とこうマスとかやることあったんですけど、内側をザーンと抜かれるようなプレッシャー、スピードで外そうとしてもそこにこう合わせてきてシュコーンシュコーンみたいなあこれ何回殺されてるんだろうみたいなのは栄養ドリンク普通にやってるといろいろ考えすぎちゃって、俺だけなのかな、こんななんかいろいろこう考えてそこまで落ちちゃったりとかしちゃうの俺だけなんかなみたいな。りんやくんと会うとなんか同じ考えで同じこう苦悩もたどってきたんだなとかお互いに腹割って話すんで、ってなるとああ一人じゃないんだな、格闘技のこの孤独な世界一人じゃないっていうふうに思えるのはすごいだからありがたい存在です。僕もまあもうほぼ同じような感じになるんですけど、俺が考えてたことって俺だけじゃない、孤独じゃないなっていうのに気づかせてくれた存在であって、それ大きいっすね。でかいんですよそれって。なんか一人じゃないんだけど一人みたいな。そうそうそうみんな周りいるけど闘技をやってる人っていうのは周りにいっぱいいるわけです。そこに特別感を格闘技って人を叩いて気絶させたりするわけじゃないですか。その表現をすることに何の意味があるんだろうこの時代でっていう疑問がまず出てきて、でも強くなりたいっていう矛盾がすごい存在して、そこがやっぱ苦しいんですよね。そこで自分が怪我してダメになっちゃうかもしれないし、プラスそういう不安も乗っかってくる。保険もかけられないような職業なんで、これは果たして正しいことをしてるんだろうかっていう疑問がすごいってなんかね、そこに悩む時があったよね。ある。ほんとたまにパッてこうきますけどあはいお前ねなんかそこに悩んでて、俺もでヘンリーも同じくそういう時期もあって、それに対してどう向き合っていくかみたいな話を永遠と山登りながら話したりとかしていくうちに、あこれはやっていいことだし、この格闘技っていうツールを使ってもう成長して周りも幸せにしていくっていう、その先々にどうしていきたいかっていうところまで割と明確になってるファイターってすげえ心地いい存在なんですよね。例えばチャンピオンになりたいですって言っても、その先に何って聞かれるとお金がある、物質メインになりがちなところをそこじゃないところで格闘技を見てるというか、すごい共鳴し合ったのかなって思います。本当そういうことかな。一番最初の頃はなんか格闘技で成功したら若くてお金持ちになれる。それだったら若い状態でいろんな世界とかをこう旅できる。すげえじゃんね。会社員だったらそんなのできるの。だいぶ年取ってから年取って世界旅行したってそんな体力ないし思ったんですけど、やっていくうちになんか、でもそれ以上に大切なことあるなって気づいて、周りの人にこう話してもなんかみたいな、俺割となんかこう特殊な方の人間なんだなって思っちゃって、そっからあんまり人にこう話さなくなって、なんかりんやくんと一番最初に会った時に私は KO 勝ちした試合で、その試合を見てヘンリーなんかオーディションの時からやってってパウンドストームも負けて、そっからじゃあ再起しようみたいな、そういうテーマのある試合だったんですけど、
そこで KO 勝ちしたのを見てわざわざ LINE くれて、その LINE の内容がなんかいい KO 勝ちだったねやったねとかじゃなくて、なんかいろんなものをこう背負ってる感じ伝わったよみたいないうのをこう送ってくれて、この人は分かる人かもっていろいろ積もる話というか、私もリア君で気になったことがあったので、じゃあ一回ご飯行きましょうみたいな私からさせてもらって、そこで青森の話が出てきて、こんな偶然あるんかみたいな。オーディションの時からまあちょくちょく会うにせよ、そんななんかこう一緒にがっつり練習してがっつりなんか意見交換して、そういう間柄じゃなかったんで、こんななんか身近にこんなに公明できる人がいたんだ、めっちゃ嬉しくなっちゃって、合宿にもう2泊こっち来てください自分の方から言った感じですね。合宿での思い新月でめっちゃ星出てて、星だけで結構こう周り見える状態なんですよ。だからライトとか何もこう使わずに、街灯もないからちょっと歩いて散歩しましょうって言って、一番近いローソンが確か何キロでしたっけ、 4.6 キロ5キロ行くか行かないかぐらいのとこにローソンがあるからちょっと行こう。私の家って山の方なんで登ったとこにあるんで、行きは結構やっぱ楽なんですよね。下りだから緩やかに下ってっていや星綺麗だね、いや最高っすねみたいな話をしてって、いや都会じゃこんな景色見れないよみたいな。ローソンでちょっと買い物して、駐車場広いからそれでちょっとこう食べて帰ろっかで帰ってったらもう上りじゃないですかずっと。行きはめっちゃなんか星綺麗だねとか言ってたのに、上りも2人して無言でいやちょっときついっすねそういうなんか思い出だったんですけど、前回夜中の2時に出発して、はいはいはい、岩木山登頂しましょうっつって、頂上まで、登りましょうっつって、でまあ順調にこう来てるなって時に岩がダンダン、木がこんなところのコースがあって、これ登んのヘンリーっつってここですみたいな多分ここですみたいな。ヘンリーはもうその山、この山で育ったんで、やっぱすごいんですよ。雪山で360度もうどこがどこだか分かんないから真っ白で木が生えてるだけでみたいな。でもこうこっちですねみたいな、どこでも分かるから、なんでこんな自然と調和して生きれるんだろうとか思ってたから、信じてこう沢をわーって登ってたら、もう苔が生えまくりの岩でどんどんもう道がなくなってっちゃって、これやばいってなっちゃったんだよね。で真っ暗で2人で山の中に閉じ込められて、その時ヘンリーが「ちょっと待って、なんか聞こえる、ガサガサガサ」みたいな、動物がいるみたいな。なんかヘンリーいろんなエピソードあるんですよ。クマに遭遇したりとか猿の大群に囲まれたりだとかやばい経験いっぱい聞いてるから、もう死んだと思って、でヘンリーも「ワンちゃんヘリコプター呼ぶ」とかなんかちょっと言い出して、そこでいつもこんぐらい登ったら見えてくるであろう小屋が見えてこなかったんですよ。おかしいと思っていつもあの小屋に当たるんだけどなーみたいな思いながらこう登ってって、これ登ったことあったっけみたいな変ななんか土砂崩れとか起きて道の形も変わったんかなと思ったんですけど、さすがにおかしいと思って Google マップ開いてその小屋の位置を確認したらめちゃくちゃ全然違う。もうここにその小屋があるとしたら、私こうやって登ってたんですよ。小屋をこうやって行ってこうやって山登っていくんですけど、ここら辺にいて「いやもうこれ引き返しましょう」みたいな降りる方が超怖い。マジできつかった。あれだから滑るから超怖いですよ。猿が木から落ちたっていうことで、そういうこともあるんだよ。だからやっぱり山は舐めちゃいかんってことですね。まあ同じ松戸のチームに僕ら支援してもらってたりもしてますし、同じ所属じゃないですけど、チームっていうな感覚もあって、僕は先に今 UFC いるんでヘンリーにも UFC 来てもらって同じ大会で試合をしたりして2本ベルトをねそれぞれの階級でこの山に持ってきたいですよね。ありがとうございます。私はねそういうとこに行ってないし、宮君はもう憧れの存在っていうか絶対トップいける確信があるんで、私は。で自分のことで言うとまだそこまで確信は持ててないんで、その目の前にあることをコツコツ積み重ねていくだけだなと思ってるし、そこの先に同じ舞台で同じ景色見れればいいのかなと思っています。ヘンリー初登場の回でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。最後まで見てくださってありがとうございました。
チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いしまちす。なみにこの足跡は何なの？猫っすね。あ、猫か。かわいい。猫っす。向こうの方までついてる。動物の足跡みたいいっぱいありますからね。めっちゃあるっすね。はだって朝起きたらリスがこう自分の家の杉の木にこうやって登って逃げ出てき